こんにちは、加藤です。今日の毎日頑張らないスケッチはトイレットペーパー。これから基礎デッサン始めたいと思っている初心者の方、こういったシンプルな構造、一応工業製品といえば工業製品なんですけれども、円柱のような形態、筒のようなものをシンプルに表しているこのトイレットペーパーを描きながら基礎的なことを学んでいきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。どうぞ。今日用意した道具は HB から 6B まで用意したんですけど、最初は 4B からスタートしたいと思います。あと練りゴム。で、画用紙はサンフラワーペーパーの M 画用紙です。よくね、トイレットペーパーモチーフにして描く際に、トイレットペーパーらしさを表現するのに、端っこをめくって少し形を変形させて描いたりすること多いと思うんですけれども、いきなりそのアレンジしちゃうと、初心者の方には難しいかなと思いますので、今日はまずシンプルにこの単純な円筒形、真ん中に穴の開いている、筒状のものっていう感じで描き始めたいと思います。いつも通り右上からの光で左下に影が映っている。いつもは下に白い布を引いたりするんですが、今日はシルエットがはっきり見えるように木のテーブルに直接置いています。まずは配置、大きさと位置を決めていきましょうか。当たりをつけていくわけですけど、だいたいどの辺にどのくらいの大きさで置こうかなっていうのを、こんな風に大まかな輪郭とこんな感じ、大まかな輪郭と、あと左後ろに落ちる影も一緒に捉えていきます。これ陰影って言いますけど、この光が当たらない部分の陰と床に落ちる A と陰影を同時に見ていきます。調子をつけていきます。で、ここら辺までは日向なんですね。こちら側日向、ここも日向で、ここは日陰、日が当たってないところがここから始まって、今回の光は右上から当たって左後ろにちょっと影が伸びているような、そんな感じに見えています。こんな感じかな。で、私いつも言っているのが、結構ね、この形取りに時間をかけて正確な形が取れるまでなかなか調子をつけないというか、順番を、形取りを1番の手順で、それができたら次の2番目の手順として調子をつけ始めるっていう風に、もう完全に区別して作業手順としてですね、形取りの次に調子をつけるって分けて考えている方結構多い。無意識にそういう風に決めている方多い気がするんですけども、私はこの当たりをつける段階でもう形と同時に調子をこうやって一緒につけていく方が合理的、形を取るっていう意味で合理的だと思っています。印象を捉えるのに輪郭線だけの要素、輪郭線っていう情報だけよりも、この明暗をつけた、明るい形と暗い形っていう、この白い形と黒い形のバランスで形が合ってるかどうかを見極めるっていう、そういう風な役に立つんですよね。なので、もうこの当たりをつける段階である程度、この程度ですね、調子をつけていく方がいいのではないでしょうか。で、このくらいまで調子をつけたら、もう一度形を丁寧に見ていきます。で、今回は円柱形態、円筒形っていうのを自然な形で描きたいっていうのが最初の目標なので、まずはこの楕円が綺麗に描けるように見ていきたい。その際に、今うっすらと水平なこの中心を通るであろう線を引きましたけど、こういうね、ガイドラインを描いてみると形の狂いに気づきやすくなります。今回は横幅がだいたいここからこの辺までで、上がこの辺、下がこの辺、なんとなく楕円を描いた後でこのガイドラインを引いてみました。なんとなくっていうのはあんまりこれ図面製図をするように
こう杓子定規に捉えすぎてしまうと絵としてどうしても硬くなりやすいんですよね。なので私はまずはこういうシルエットを大まかに描いた後からガイドラインを引いてみることを推奨しています。はい、上の楕円、中のねこの穴ぼこはちょっと置いといて、外側の楕円こんなかな。私の目の位置から見下ろすと横幅に対してこの奥行きの長径に対する単径がこのくらいの比率で見えている感じがします。で次に見えないこの底の部分、そこにも実は楕円が隠れていて、こんな風にですね隠れていて、その楕円っていうのは上のこの上面の楕円に対して底の面の楕円っていうのは少しね楕円が膨らんで見えてきます。これは、自分の目の高さから見下ろす角度が下へ行けば行くほど楕円が徐々にこう膨らんで見えてくる。でずーっと下まで行って自分の足元まで来たら真上から見下ろした状態、正円に見えていると思うんですね。そういった原則というか原理を踏まえて下に行くにつれてこの下の楕円が潰れてこう下の楕円が潰れないように気をつけて、縦横のこの潰れ具合を上と下で比較していきます。はい、今回ちょっとうっすらと書いておきましたけど、このくらい、この長さに対してちょっと長めになるように下のこの楕円を書いています。その際にやはりこの水平な、横の長径がねこの辺が、上下のこの楕円の中心になるかなっていうあたりも少し当たりをつけておきます。ただ、線をねこうやって筆圧を弱くして何本も線を束にして描いてるのがポイントで、あまり筆圧を強くしない理由っていうのは、後からこうやって練りゴムで消した時に紙を傷めにくいんですよね。消した跡が残りづらい、そんなわけで何十回形取りをしても紙を傷つけず跡が残りにくいので、書き損じた失敗した線っていうのも失敗に見えないというかなかったことにできちゃう。そういった、書いた線がどれかはっきりわからない、なかなか決められないっていう方は最初はこうやってね弱い力で筆圧で書き始めるといいと思います。それも線を1本に最初から絞り切らないで何本も2本3本4本場合によっては10本くらい線を束にして1センチくらいの幅を持たせて形取りを始めるといいと思います。でこうやって後からいらない線を練りゴムで消していっちゃうんですね。こうやってで最初にガイドラインとして引いたこの長径の長い横線も、そして見えない裏側を想定して描いたこの楕円のこの後ろ側のラインも練りゴムでトントン叩きながらいらないところを消していきます。どうでしょう。もうほとんど目立たなくなりましたよね。こんな風にして、最初は弱い力で線も一本に絞り切らないで何本も束にして、で後からいらないところをこうやって消していい線だけを残していく。こんな感じでね、なんか子供が小学校から帰ってきましたけど、近所の小学生が帰ってきたみたいですけど、はい、こんな感じで消していきます。どうでしょう。ここまででもある程度ねそれらしい雰囲気になってきたのではないでしょうか。でここから真ん中のねこの穴ぼこ、トイレットペーパー特有の、中心に穴が開いてるわけですけれども、この穴を描いていきます。今もう言っちゃいましたけども、この時に気をつけてほしいのが、最初に描いたこの外側の楕円に対して真ん中に開いてる穴はこのね手前のこの長さと後ろのこの長さを比較すると後ろがねちょっと短く見えてるんですよね。つまりこのさっき引いた、この長径の中心にこの小さな
楕円の中心が来ない。これよく覚えておいてください。こことこの外側の楕円の中心はここだったんですが、中のこの穴の開いている楕円のこれの中心はね、もうちょっと後ろに来ているんですね。これ忘れなく。なぜかというと、手前が長く後ろが短く見えている。これがもしこういうですね、ちょっとどうしようかな、ちょっと書きましょう。こんな風なね、四角い箱に入っている円柱形態だと想定しましょう。ね、見えますかね。こんな感じの四角い箱に入っている、こういう四角い箱にぴったりと収まる、内接する楕円だとすると、このね、本当の中心っていうのは対角線を引いた時のこの交点、こうやって引いた時の交点、ここですね。この線とこの線が交わるここがこの正方形、上面の正方形の中心になります。でこの中心をもとに楕円を描いてあげないと、真ん中のこの穴ぼこになってくれないんですね。そんなわけで、外側のこの大きな楕円を描く際の中心と真ん中の穴ぼこを描く際の中心は、ずれているっていうことをここで理解していてください。これもしね、CD ってディスクがありますよね。 CD みたいな真ん中に穴の開いているものを描くときも同じです。外側のこの楕円を描くときと中心のこの穴ぼこを描く際では軸がずれるので気をつけてください。はい、ちょっと余計な解説に使ったガイドラインを少し薄くしながらこんな感じでしょうか。はい、ではここからね、一気に仕上げていきたいと思います。何を仕上げるかっていうと、まず、明暗結構適当にしかつけてなかったので、まずはね、一番暗いところ、この辺が暗いかな。左側面のこの辺り。ここからここにかけて、日向と日陰の境目。この辺りが結構暗く見えるので、鉛筆の腹を使って一気に調子をつけていきます。こんな感じでしょうか。縦にタッチを入れたり、斜めにタッチを入れたり、どちら向きにタッチを入れるかは自由なんですけれども、場合によってはね、こういう面の向きに沿ってタッチを入れると、この丸みを表現するのに役立ったりします。どうですかね、ちょっと調子が、暗い調子を強く入れたら立体感が少し強く見えてきたんではないでしょうか。でこの辺りまで調子をつけたらガーゼを手に取って少し撫でてあげます。光に対して影の中、日向に対する日陰の部分をちょっと撫でてあげます。撫でることによって絵が少しぼやけてしまいますけれども、その代わり柔らかなこのトイレットペーパー特有の質感というか調子の感じ、少し出たんじゃないでしょうか。私は右利きなので右上から左下にかけてこういうタッチ対応することが多いんですけれども、どっち向きのタッチを入れていってもいいです。この丸みに沿った滑らかなグラデーションを入れていきます。で描く際に最初ね、ここ下の楕円取りましたけれども、向こうに回り込むこの左奥の角、右奥の角、ここが角が尖らないように少し気をつけてあげましょうね。どう言ったらいいのかな、回り込んでいく形なので、ここに角ができるとレリーフのようにここで空間が奥行き、後ろに回り込む空間が止まってしまうことがあるんですね。なのでスーッと後ろに空間がつながっていってくれるように、特に形状、ここの角の部分の形状が、鋭角にならないようにしてあげましょう。今回はテーブルに白い布を引いていないので、木の木目の見える木の板なので、その暗さを少しね意識しながら影を入れていきます。
あくまでもトイレットペーパーが主役モチーフなので、それに対して床に置いてある感じが出るところまで床を描いておきます。あまり床そのものにね手数を入れすぎると後が大変になっちゃうので、この辺にしておきましょう。で、結構重要なのが接地面、床に接するところに強いはっきりした影ができます。こういうところですね。鉛筆を立てて、であとトイレットペーパーって、切り口が少しガサガサした感じに見えてるところもあるので、鉛筆もわざとこう荒らしながら少しね均一な線にならないようにしながら入れてみました。で、上の方もここですね、この部分、エッジの部分、光と影の境目になるところは結構ねはっきりとしているので、この部分鉛筆の角度を少し立てつつタッチを重ねていきます。一番暗く見えているのはどうでしょう。左のこのエッジからちょっと内側に入った 1,2 センチくらい手前のこの辺が一番暗く見えているかな。この辺がなんかはっきりしているような気がします。徐々にね、この一番暗いっていった形も上は結構シャープに尖ったように見えるんですけど、下に行くとちょっと幅が広がって見えてくる。こんな風に見えているその調子に合わせて正直に描いていきます。どうでしょう。ちょっとふわっとした質感出てきたでしょうか。タッチはね、自分の感じる向きにいろんな方向で入れてあげるといいと思います。こんな感じでですね。あと明るいところは練りゴムで描いたりもします。わざといろいろな向きでランダムにタッチを重ねて、これ練りゴムで描いてるっていう意識を持つといいと思います。消しているというよりも白い色でこう描いていく。で、描きすぎた白で描きすぎたところはまた鉛筆で、加筆してグラデーションが滑らかになるようにしていきます。この辺りは少し紙がね何重にも重なっているせいでちょっとこうなんでしょうね、筋のような感じで手前から奥へ、布の重なり合いの隙間が少しね色が変わって見えている。この辺、そんなのもちょっと入れてみます。さあ、ここまで来たら中心部分、穴ぼこの周りをしっかりちょっと描いていってみましょう。これはね、なんかエンボス加工っていうかトイレットペーパーそのものに凸凹の加工がしてあるんですね。で、そのせいで多分肌触りが良くなってると思うんですけれども、そういった感じを出すための、タッチをわざと荒らしながらいろんな向きにタッチを入れながら調子を乗せていっているところです。もう一度ガーゼで押さえますね。はい、で最後ディティール描いていきましょう。まずここにトイレットペーパーの芯特有のちょっと厚紙みたいな感じにはっきり形が見えているのがこの左下のあたり。この辺は少し薄くなって、明るさでいうとこの芯の後ろは結構暗いんですよね。ここ結構暗いです。これね、この擦筆も使ってみましょうか。中を押さえつけます。ガーゼの代わりです。中にはね、ティッシュペーパーを上手に使う人もいます。自分の使いやすい補助具を使って描いていきましょう。で、今こう描きながら 4B だとねちょっと柔らかすぎたので、ここで 2B に持ち替えます。内側のディティールを描く際に 2B に持ち替えました。で、中のこの穴ぼこの部分を
これはね、ちょうどここにも円柱が、芯の円柱がこうはまり込んでいるんですね。なので、ここはその垂直に切り立つ円柱の内側として描いていきます。逆のグラデーションですね。こちらが暗くて、こっちに左に行くにつれて明るく見えてくる。逆グラデーションで形を描いていきます。なので一番暗く見えているのがこの辺でしょう。この辺、この辺り。ここから左に向けて徐々に明るくなっていく。描いたり消したり大変ですよね。鉛筆で描いたり、練りゴムで描いたり、明るくしてみたり、暗くしてみたり、徐々にそのものに近づけていきます。で、もう一つ結構重要なポイントなんですけど、このトイレットペーパーっていうのは手で押さえつけたら曲がるくらい弱い、柔らかい、そういう材質感なんですよね。なので、形がちょっと歪みができている、正確な楕円というよりもちょっと歪みができて潰れたりして角ができている場合もあるし、少し変形して四角く、なんて言うんでしょうね、不定形、四角いような形に歪んでいることもあるので、モチーフにする際はちょっとね、その形が円柱形の勉強するにあたってあまりにも形が歪みすぎて描きにくいようでしたら、少し手でね、形を補正してあげるといいと思います。実際にそうなっていたっていう形のまま正直に描くっていうんではなくて、ちょっとね、円柱形になるように少し補正してあげる。もしくは、補正するだけじゃなくて、逆にその歪みをちょっとね、少し歪んでるっていうのを正直に描くことで、トイレットペーパーのその儚さというか弱さ、形が、すぐに崩れてしまう、柔らかい紙でできているっていう、そういったリアリティを表すこともできます。なのでここでは、円柱形の代表格としてトイレットペーパーを描いているんだけど、トイレットペーパーっていう物質でそのリアリティを追求しようとしたら少し歪みがあったりする、そういった表情も積極的に絵に取り入れていった方がいいと考えます。今これで言うとですね、ちょっとここがね、狭い感じがする。真ん中の芯が少し歪んでいるせいで、形が不定形に綺麗な楕円じゃないせいで、ちょっとね、歪みがあるんですけれども、綺麗な楕円に比較するとちょっと特徴的な歪み方をしてるんですが、それをね、あえてここでは正直にその歪んだような形を正直に描いています。それによってトイレットペーパー特有の紙が押しつぶされた感じが出るんじゃないかなっていうのを期待しています。この楕円のエッジの形もちょっとね、歪みを取り入れています。で、ここが結構困るところだと思うんですけれども、形の歪みとか、たまたまそこに汚れがあったり傷があったりした時に描くべきかどうか、そういう問題が実際にこう描いてる途中でね、悩む場面多いと思うんですね。どういう基準で、その汚れとか傷とかを描いた方がいいのか、もしくはなかったことに省略した方がいいのか、その選択する、決断する基準について少しお話ししたいと思います。私はこの絵を描いていて、描くべきか、それとも採用するべきか採用しないべきか、絵に利用するのかしない方がいいのかって迷った時には、絵にとってそれが必要かどうかっていう基準で判断するのが一番いいと思っています。つまり自分の都合で、描くか描かないかを決めないっていうことです。
ちょっとね、難しくなるので、大変になるので、作業が大変になっちゃうから、ちょっとめんどくさい作業は避けたい。なので描かないことにするとかじゃなくて、絵が良くなるんであれば、その傷とか汚れは利用する。で、絵にとってその傷を描くことが、なんか絵がまずくなる、なんか分かりにくくなるとか、そのディティール表現によって本来表現したかった円柱のドーンという感じが損なわれるとか、なんかいろいろな理由で絵にとって役に立つかどうかっていうのを自問自答して、その汚れもしくは傷みたいなものを描くかどうか判断していってください。今回のこのトイレットペーパーでいうと、このずっとね延々続くエンボス加工って点々つぶつぶがあるんですけれども、それをねどこまで表現するかってね、結構作者によって差があると思うんですね。丁寧にこの、並んでいる、規則正しく並んでいるつぶつぶを結構しっかり克明にリアリズムの人なんかはね描きたくなる、そういったタイプの人もいると思うんですが、私はね一個一個は描かないです。それをやることでなんかね絵がね硬くなっちゃいそうな気がするんですよね。硬くなるというか、トイレットペーパーの質感が出ればそこまで、そのディティールのリアリティを表現しなくてもいいんじゃないかと考えているので、今日はこのくらいに収めておきます。ここら辺はねちょっとね細かく描きましたけどもね。はい、あと周りを少し丁寧に整理して、はい、今日はこれで完成にしたいと思います。さていかがだったでしょうか。トイレットペーパー円柱形、円筒形の代表格としての、筒状のものなんですけれども、今日はこれを書いてみました。参考になりましたでしょうか。で、まだ書いてますけどね。こんな感じで、今日こんな感じで終わりにしたいと思います。さて、いかがだったでしょうか。ウニアトリエでは、基礎デッサンに焦点を絞った解説動画、油彩、水彩、アクリル、その他画材の使い方についての解説動画を上げています。この動画が役に立ったという方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。毎日頑張らないスケッチのシリーズでは、お家にある身近なものを題材にして、片っ端から書いていってみようという風な内容で進めていきたいと思っています。これを書いてほしいとかリクエストございましたら、下のコメント欄の方にお寄せください。参考にさせていただきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。